こんにちは、高森です。お便りが来ました。読んでいこうと思います。高森さん、こんにちは。こんにちは。いつも動画見させていただいています。理科大の受験を考えているのですが、人付き合いが苦手なこともあり、大学でうまくやっていけるか不安です。理科大は友達がいなくてもやっていけるでしょうか？ご連絡いただけると幸いです。動画投稿応援してます。とのことです。ありがとうございます。私、東京理科大学大学院工学研究科機械工学専攻修了という経歴なんですけれども、この視聴者さんのコメントにですね、答えていこうかなという動画になります。はい。で、結論からいくんですけれども、理科大は友達がいないと厳しいかなと思いますね。私の同期とかにもですね、友達がいないというか、単独で行動していた方は結構一定数いらっしゃったんですけれども、大体留年していたか、なんかいつの間にか消えていた記憶がありますね。なので、友人とかがいないと、むしろなんかこう、理系の学部の方が友達がいないと積みやすいかなというふうに思っています。その理由をこれから解説していくんですけれども、一つ言っておきたいのは、理系こそコミュニケーション能力が重要だよということですね。自分の専門とかを極めていくことになるんですけれども、その専門について専門外の人に分かりやすく簡潔に伝えるスキルとかいうところも含めてですね、人とうまく仲良くやるっていうところ、コミュニケーション能力は非常に理系の場合重要になろうかと思います。で、本題とちょっとずれてきたので軌道修正するんですけれども、理科大でぼっち友達がいないとなぜ積むのかということなんですけれども、これはですね、過去問ですとか実験のレポート、あと機械工学科、私の出身ですね、とか言いますと、図面を描くとかいうのがですね、過去の資料みたいなのを参照しながらやらないとなかなか厳しいというところですね。過去問のあるなしで大学の単位の取得難易度って大きく変わるんですね。なので、友達がいないっていう状況に陥ってしまうと、過去問を手に入れられないとか、過去の先輩の資料が手元にないみたいな状態で、期末の試験に対して挑んでいかなければいけないという状況に必然的になりますんで、これが厳しいわけですね。友達がいる人はですね、過去問が仮にあって、回答がなかったとしても、大体この答えで合ってるだろうみたいなところをですね、友人たちと示し合わせるというか、相談しながら、回答を作っていけるわけなんですけれども、友達がいないとそういうことできないですし、そもそも過去問ねえよっていう感じで、ハードな難易度になりますね。で、理科大の試験っていうのが過去問ないとどれぐらいの難易度なのかっていうとこなんですけど、これは結構厳しいんじゃないかなと思います。科目によるかもしれないんですけれども、基本的にこんぐらいの分厚い教科書を、半期6ヶ月ですね、で終わらせるぐらいのスピード感なんで、過去問ないとこんぐらいの厚めの教科書を網羅して勉強していかなければいけないっていうところですね。得点を取るための指針みたいなのが頭の中にない状態で勉強していかなきゃいけないので、相当しんどいですね。過去問がある場合は、こういう問題が出るんだろうなっていうのを予測立てることができるので、教科書を見た時に、必要な情報これだな、みたいな当たりをつけて勉強できたり、または過去問にかなり近い問題が出された場合なんかはもうこっちのもんですよね。ほぼほぼ回答分かってるようなもんなんで、点を稼げるっていうとこなんですけれども、過去問がないと本当にしんどくてですね、私自身もだいぶ厳しかったんじゃないかなと思いますね。やっぱり成績がいいというか頭がいいみたいな人たちはほぼほぼ過去問というか過去の資料みたいなものをうまく使いつつ、勉強を進めていた記憶がありますんで、やっぱりね、友達がいないっていう状況から、過去問が手に入れられないみたいなところにつながってくると、ちょっと単位を取るとかいい成績を取る、ひいてはいい研究室に配属するみたいなところで難しいのかなという印象です。で、逆に過去問とか過去の資料何かしらで揃っちゃえば理科大乗り切れますかっていうところなんですけど、これは乗り切れるんじゃないかなと思いますね。ぶっちゃけ単位を取れ
さえすれば、大学生活大体卒業まではいけるんじゃないかなっていうところが本音です。で、もう少し考えるべきことは、大学生活をいかに充実させるかということじゃないかなと考えます。私はあんまり人付き合いが得意じゃないというか苦手な方でして、根っこの部分にも人がちょっと嫌いな部分が根付いてるっていうのがあるので、結構一人が好きな気質なんですね。なので、あんまり大学のサークルとか部活みたいなところには所属せずですね、一人で淡々と自分の趣味に勤しむみたいな大学生活を送っていた記憶がありますね。で、過去問とかは都度適宜利用しながら単位取ってたんで、成績も割といい方を取れてですね、希望する研究室に配属できたっていう感じなんで、プライベートの方はどういう大学生活を送りたいかっていうところを、自分の胸に手を当てて考えてみればいいんじゃないかなと思いますね。というわけでですね、理科大はぼっちで乗り切れますかみたいないうところの回はですね、ちょっと難しくねっていうところなんですけど、過去問があればどうとでもなるという感じが、結論になりますね。ちょっと派生して理系とぼっちというかコミュニケーション能力っていうところについても少しだけ触れておくと、先にも述べたんですけど、理系こそ僕はコミュニケーション能力必要なんじゃないかなと思います。私今社会人4年目ぐらいなんですけれども、やっぱりですね、仕事って個人に振られるみたいなところがありますんで、自分の仕事の進捗状況とかを、できるだけね、上の管理職とかに分かりやすく、できれば一言ぐらいで何が問題なのかとかいうところをインプットできると、上側としても意思判断と意思決定がしやすくていいのかなっていうところがありますね。なので、相手の立場に立ってっていうところもそうですし、適切な語彙とかね、言葉をしっかり選んでいく。あとは単純に人間的な部分でね、接しやすい雰囲気を出すとかね、一人で抱え込まないとか、悩みをちゃんと相談するとかね、周りと協調するような姿勢っていうのが、理系ですね。業務が細分化されやすい理系だからこそ必要なんじゃないかなと思いますね。というわけで、コミュニケーションは大事ですよねっていう動画です。コミュニケーションは大事ですよっていうことをもう一つ覚えておいてほしいなと思いますね。私自身ですね、うまく社会人として立ち振る舞えてるかすごく微妙なところがあって、なんか言ってんなぐらいの感覚で聞いていただければいいのかなと思いますね。はい。何かしらの参考になったら幸いでございます。ありがとうございました。